第2回順位発表式が終わり、35名の生存が確定しました。今回は公開された第2回の投票データを徹底分析、8つのポイントを見ていきます。第2回順位の全体像、第1回順位発表式との比較、ベネフィットの影響、中間順位からの動き、ポジションバトルの放送回が順位に与えた影響、順位と最も連動していた指標、予測モデルの答え合わせ、そして次の第3回で何が変わるのか、データで一緒に読み解いていきましょう。第2回順位をいろんな切り口から見てみます。まずは全体的な話から、第1回と第2回を並べると、全体の投票数が約4120万から3791万へと約 8% 減りました。ただし、投票期間が23日から16日と約 30% 短くなっていることを考えると、1日あたりの投票数はむしろ約3割増えています。投票者数が増えた、もしくは投票者の投票頻度が増えたことが考えられます。もう一つの変化は上下の偏りが薄らいだこと。第1回は1位と35位のポイント差が約138万ポイントと大きかったのですが、第2回はその差が約113万ポイントまで縮まり、35位のポイントは3割以上伸びました。投票期間の短縮、投票対象の減少により、各順位のポイント差が第1回よりも縮まっていることがわかります。次に順位について見ていきましょう。まずは通常順位から。通常順位はオンライン投票の日本票を 70%、海外票を 30% の重みで合わせ、そこにベネフィットを加えて決まります。上位層を見ると日本ポイントがかなり強いことがわかります。続いて日本ポイント、海外ポイントに注目してみましょう。日本と海外それぞれのポイントランキングと海外比率で見ると、日本特化、海外特化、バランス型と各練習生の強みやタイプがわかります。そして今回順位を上げた練習生と残念ながら順位が下がる結果となった練習生をピックアップするとこのようになります。今回順位を大きく上げたのは、リュウジさん、イッサさん、ビッキーさん、コウシロウさん、山下修さん、カイチさんなど、日本、海外、それぞれのポイントの第1回からの変化を見ると、ほとんどが日本ポイントを大きく上げたことで、順位が上がっていることがわかります。一方、順位が下がる結果となった練習生は、小清水蓮さん、アダムさん、ゴテンさんなどが挙げられます。この3名は日本ポイントが大きく下がってしまったため、通常順位も下がってしまったと言えます。コウシロウさんは海外ポイントが大きく上がり、海外ポイント主導で上昇したものの、日本ポイントは微増のため、通常順位では注意にとどまっています。小清水蓮さんは海外ポイントは上昇したものの、日本ポイントが下がり、結果通常順位も下がってしまった例です。このように海外で強くても日本の土台がないと通常順位の上位には届きにくい構造であることがわかります。ここで疑問が出てきませんか？カテゴリー正規化を前提とすると、海外票が少ないほど海外1票の価値は上がりやすくなります。ではなぜ日本ポイントが強い練習生が有利に見えるのか？ここで重要なのは、海外1票の価値が上がっても通常順位で海外カテゴリーに割り当てられるポイントは全体の 30% に固定されていること。総ポイントで見ると日本ポイントが 70% を占めるため、日本ポイントの強さが順位の土台になっていることがわかります。トップ12内に絞ってもこの構造は見て取れます。例えばコウスケさんは海外ポイントでは12位ですが、日本ポイントが1位の結果3位。良賀さんは海外ポイント16位、日本ポイント7位。リュウジさんは海外ポイント18位、日本ポイント9位と、日本ポイントの土台の強さで通常順位トップ12入りした形です。一方、ヨシキさんは海外ポイントが1位ですが、日本ポイントは8位で結果5位。ヒョウズンさんは海外ポイント8位、日本ポイントが14位、結果9位。海外ポイントが順位を押し上げた形で通常順位トップ12に入っていますが、日本ポイントの土台もある程度強くないとトップ12の上位に食い込むことは難しそうです。同じトップ12でも支えている要素がそれぞれ違い、上位に入った練習生は日本も海外も両方強いタイプが目立ちます。続いてはポジションバトルのベネフィットがどの程度順位に影響したのかを見ていきます。ポジションバトルでは8名が1万、5名が5万、1名が6万ベネフィットを獲得しました。ベネフィットは第1回と同様にオンライン投票をポイント換算した後にそのまま加算されているようでした。ベネフィットなし順位と公式順位を比べると15名の順位が動き、12組で前後が入れ替わっていました。注目は上位でも逆転が起きたことです。トップ12の顔ぶれ自体はベネフィットなしでも変わりませんが、2位のゆらさんと3位のこうすけさんはベネフィット
ト5万ポイントで順位が入れ替わりました。ベネフィットがどの程度順位変動に効くかは順位帯によって大きく違います。順位と順位の間のポイント差は上位ほど大きく下位ほど小さい。そのため同じ5万ポイントでも上位では1順位ほどしか動かせないのに対し、中位から下位では4順位から6順位動かせる計算になります。幸太郎さんが6万ベネフィットで4位上がったのも幸太郎さんが注意帯にいたからと言えます。第1回と比較すると、1、投票期間の短縮により総票数が減ったこと、2、ベネフィットの規模が大きくなったこと、3、投票対象の練習生が101人から50人に減ったこと、これらの要因により各順位のポイント差が縮まったため、順位変動が起きやすくなったと考えられます。この流れで考えると、第3回では1、投票期間がさらに短くなる、かつピック数も12から2に減少、2、ベネフィットの規模が1万から10万と第2回よりも大きいベネフィットを獲得する練習生がいる、3、投票対象が50人から35人に減っている。これらの要因により各順位のポイント差はさらに縮まり、ベネフィットの影響が大きくなる可能性が考えられます。投票期間の短縮とピック数の減少により、第3回の総票数は第2回と同じ人数が同じ頻度で上限まで投票したと仮定した試算で、約355万票、第2回のおよそ1割ほどの規模になる可能性が考えられます。第2回は順位と順位の間のポイント差が中央値でおよそ1万7000ポイント、上位ほど大きく下位ほど小さくなっています。第3回でポイントの規模が縮めば、この順位間の差も同じように縮む計算になります。運営のポイント設計次第で振れ幅は大きく、ベネフィットの効きが第2回と同程度のケースもあり得ますが、総票数と同じ規模感で総ポイントが設計された場合は、今までとは違いベネフィットの行方がより重要になりそうですね。第2回投票期間の途中、6週目に中間順位が発表されました。この時番組で順位が示されたのは18名だけで、残り32名は伏せられた穴あき状態でした。この6週目中間順位のまま進んでいたら、生存したはずの練習生もいれば脱落していたはずの練習生もいます。ここで気になるのは、6週目で順位を公開された人は有利だったのか、公開された18名と非公開だった32名を順位帯ごとに検証しました。結論から言うと、公開そのものが有利だったとは言えないというもの、最終順位の高さも公開された後の動きも公開非公開で差はありませんでした。ボーダー付近で公開されると救済票が集まり、安全圏で公開されるとファンが油断するという見方も検証しましたが、データでははっきりした裏付けは取れませんでした。6週目中間でボーダー付近に公開された練習生には順位を上げた人もいますが、そこには危機感からの応援や個別のベネフィットなど複数の要因が混ざっていて、公開されたから上がったとは切り分けられません。合わせてグループバトルで同じチームだった練習生に脱落者が多いほど、生き残った練習生の順位は上がりやすいのかも調べてみました。脱落した練習生のファンが同じチームの生存者に票を回すのではないかという見方です。脱落者の人数をその人の第1回順位をファン規模の目安として重み付けして検証しましたが、チームの脱落者の多さと生存者の順位の動きに関係は見られませんでした。脱落した練習生のファンが実際に誰へ投票したかまでは分かりませんが、少なくとも同じグループバトルのチームというつながりで票が大きく動いているとは言えなさそうです。続いてはパフォーマンスを披露する放送回が後半になる練習生は不利になるのか、これはグループバトルと第1回順位でも検証したテーマです。第1回では第4話で披露した後半組が前半組より平均で7位以上も順位を下げていました。第2回のポジションバトルでも同じことが起きたのか検証します。ポジションバトルの披露は2週に分かれました。前半組は第6話、後半組は第7話、投票の締め切りは第7話の翌日です。前半組には披露から締め切りまで約8日あったのに対し、後半組はおよそ半日、番組で集めた注目が票に変わる時間が大きく違いました。まず最終的な順位そのものを見ると、前半組と後半組で統計的にはっきりした差はありませんでした。ただし平均はほぼ同じでも、真ん中あたりの順位、中央値では前半組がやや上、統計的にはっきりした差とまでは言えませんが、わずかに前半組が上という気配はあります。差が出たのは順位の動きでした。6週目中間順位から第2回までの動きを見ると、前半組は平均でおよそ1位上昇、後半組はおよそ1位下降。順位を上げた人の割合も、前半組は23名中13名でおよそ6割、後半組は27名中5名でおよそ2割でした。第1回から第2回までの通算で見ると、前半組
組は平均でおよそ2位上昇、後半組はおよそ2位下降と同じ方向の差がさらにはっきり出ています。前半組はベネフィットを多く持っていたからではという疑問も検証しました。確かにベネフィットは前半組が後半組のおよそ6倍です。ですがベネフィットを全て除いて計算し直しても前半組は上昇、後半組は下降という結果は変わりませんでした。後半組が伸び悩んだ主な理由はベネフィットの差ではなく、パフォーマンス疲労から締め切りまでの時間の短さが大きく影響していると考えられます。ただしこの不利が直撃したのは上位から中位の練習生で、解体では前半後半の差は見られませんでした。第1回では逆に中位から下位が直撃され、上位は順位を守れていました。上位での違いはポイント差で説明がつきます。第1回は上位同士のポイント差が大きく、放送が遅れても上位は順位を守れました。第2回はそのポイント差が縮まっていたため、上位でもわずかな差で順位が動くようになり、後半組の不利がそこに現れたと考えられます。一方、解体のポイント差は第1回も第2回も小さく、本来は順位が動きやすいそうです。それでも第2回の回で前半後半の差が見えなかったのは、放送タイミング以外の動きも重なったためで、ここはポイント差だけでは説明しきれません。放送回が遅い組ほど表を伸ばす時間が足りず不利になる、この基本構造は第1回第2回と続けて確認されました。続いて推しカメラ動画の数字と番組での分量が第2回順位とどれだけ連動していたかを見ます。指標の種類、動画の組み合わせ、期間を掛け合わせて12万通り以上の組み合わせを調べました。その結果、第2回順位と最もよく連動していたのは YouTube のテーマソングとグループバトル推しカメラのいいね数の伸びでした。番組での分量も順位と中程度連動していましたが、推しカメラほどではありませんでした。前回の動画でも触れましたが、順位とよく連動するのはインタビューやパフォーマンスなどのどんな種類で映ったかではなく、どれだけ映ったかという総量の方です。しかも個人の見せ場だけでなく、グループパフォーマンスも含めて番組にどれだけ取り上げられたかの総量が順位とよく連動していました。順位と推しカメラのいいね数の伸びが最もよく連動する。これは第1回順位発表式の分析でも同じでした。番組が進む中で注目や人気を集めた練習生は推しカメラのいいね数も伸びる傾向があるため、第1回第2回を通じて順位と最もよく結びついたのではないでしょうか。ここで2つのつながりが見えてきます。一つはこのいいね数の伸びが6週目中間順位ともよく連動していたこと、もう一つは6週目中間順位と第2回順位がほぼ同じ並びだったこと、つまり番組中盤第1回順位発表式あたりまでの推しカメラの伸び方で第2回順位の土台は見えていたということです。一方、ポジションバトル推しカメラの伸びは第2回順位とほとんど連動していませんでした。これは練習生個人の注目度や人気よりも後から公開された後半組の推しカメラの方が伸びやすいという公開タイミングの影響を強く受けていて、後半組の伸びは前半組のおよそ3倍、順位のシグナルとしては読みにくい指標だったのかなと考えています。また、投票数が投票期間中に日々積み上がっていくため、投票期間の後半に出た新しい動きは票全体に占める割合が小さく、すぐに順位に反映されにくいという構造によると考えられます。スタットピックでは第2回順位の前に2つの予測モデルを作っていました。今回はその答え合わせです。モデル A は6週目中間順位の並びに一番フィットするように推しカメラ指標の組み合わせを最適化したモデル。モデル B は第1回順位発表式の答えを最もよく説明した推しカメラ指標の構造を踏襲し、そこにポジションバトル推しカメラの伸びを加えたモデルです。どちらも第1回投票結果のポイントを土台に推しカメラの指標で順位を増減させて第2回順位を予測しました。推しカメラの指標や種類、期間を複数組み合わせて1600パターン以上のモデルを試し、第2回順位を予測しました。答え合わせの結果、モデル A はトップ12のうち10名、モデル B は9名を的中。わずかにモデル A の方がよく当たりました。考えられる理由はいくつかあります。一つは最適化の対象の違い。モデル A は6週目中間順位の並びにフィットするよう指標構造を調整していた分、第2回時点に近い動きをある程度織り込めていました。一方、モデル B は第1回時点の最強構造をそのまま使用したため、第2回特有の動きを取り込む余地が小さかったと考えられます。もう一つは投票リセットの影響です。
第2回は投票がゼロからの再スタートで、第1回投票期間の終盤に勢いを失速させていた練習生は第1回で稼いだ貯金が効きません。モデル B は第1回時点の指標構造を踏襲していたため、こうした練習生を高めに見積もる傾向があったと見ています。さらに6週目中間順位が50名全員分かったことを受けてモデルを作り直したところ、最もよく当たるのはいいね数の伸びに番組での分量と第1回からの勢いを足したモデルでした。このモデルは答えである第2回の順位を見ながら調整したため、当然順位の当たり方は非常に高くなりましたが、どのモデルでも大きく予測を外した練習生もいて、予測の限界も見えました。例えばコテンさんとアダムさんはどちらの予測モデルでも上位に予測しながら、実際は順位が下がってしまいました。コテンさんは推しカメラのいいね数は番組を通じて好調で、全体の中央値を一貫して上回っていました。それでも順位が下がったのは、日本ポイントが約30万ポイントも減ってしまったことが要因です。これは35名の中で2番目に大きな下げ幅でした。推しカメラへの反応と実際の投票が大きく食い違った例です。明確な要因は分かりませんが、ご本人が8話の冒頭でおっしゃっていたように、今の5点さんを見て応援してくれる方が増えることを願っています。アダムさんは番組の序盤に推しカメラのいいね数を大きく伸ばした練習生です。投票は毎日少しずつ積み上がっていきます。早い時期に注目を集めた練習生は、その注目を長い期間かけて票に変えられる、いわば票を貯金できます。アダムさんは第1回でこの形に乗り、10位という高い順位を取りました。ですが、グループバトルでは分量も少なく、推しカメラの伸びが落ち着きました。第2回は投票がリセットされ、ゼロからの再スタート。第1回投票期間終了直前に新しい勢いを作れず、この期間に伸びた練習生に追い抜かれたというのがアダムさんの動きと見ています。逆に山下修さんや海地さんは、予測モデルが低めに見ていたのに実際は順位を上げました。データだけでは読み切れない動きがここに現れています。第1回第2回は12人を選べる投票でしたが、第3回は2人だけ。選べる人数が大幅に減るため、票の総量やポイントの規模、各順位のポイント差は機械的に考えれば大きく縮みます。ここで大きいのは単に票数が減ることではなく、12枠あった投票先が2枠に圧縮されること。12ピックでは気になる同じチーム、救済したいなど様々な理由で入っていた票が、2ピックでは各ファンの本命に近づくはずです。一方で1ピックがはっきり決まっている人にとっては、もう1票は指標にするなど戦略的に動く可能性もあります。通常順位が日本 70% である以上、日本ポイント強者は引き続き有利に見えます。ただ2ピックでは票が絞られる分、海外でも特定の練習生に票が集中しやすくなり、海外カテゴリー内シェアの差が出やすくなる可能性があります。その意味では2ピックでは日本ポイントの強さが引き続き重要である一方、日本ポイント差が近い場面では海外シェアがこれまで以上に効いてくる可能性もありそうです。第3回は第2回順位の単純な延長ではなく、固定支持、海外カテゴリー内での上積み、2枠目の流れを見る局面になるのではないでしょうか。今回は第2回順位を数値で見てきました。分かったことは大きく4つ。1、第2回の順位は投票期間の中間地点だった6週目中間順位の時点でかなり決まっていた。2、通常順位を動かす土台は日本ポイントだった。3、ベネフィットは今回上位を含めて順位を動かす存在になった。4、パフォーマンスを披露する放送回が遅い組ほど票を伸ばす時間が足りず不利になりやすい。第1回に続いて第2回でも確認された傾向。次の第3回は2ピックでルールが変われば順位の動き方も変わります。スタットピックは引き続き数字で追いかけます。今回の分析はいかがでしたか？感想や分析リクエストなどぜひコメント欄で教えてください。高評価やチャンネル登録も励みになります。ご視聴ありがとうございました。